チェンバーボーン。アップデート7。巨大工場が完成して新たな生産体制に移行した我らがビーバー。行くぞビーバー、さらなる巨大建造物を創造し、我らの文明を発展させるのだ巨大建設の前に壊したものを再建。メリーゴーランドと製粉所はやっつけ仕事でこうなりました。メリーゴーランド高さミスってんぞ。後でこっそり直しとくよ。お次はボットの部品工場を倍にしたのに、組み立て工場の数増やすの忘れたのでこれを増築。組み立て遅れで部品が少し余ってんな。簡単に作るならこれでいいんだけど、気に入ってる下の5連タンクが隠れちゃう。ので工場本館の方に被るような感じで拡張。説明諦めるレベルの複雑な足場になってる。これなら景観を損ねないかな？隠れてるからそれほど気にならん。新たなひらめき、このハマったボット助けられるかも。若干愛着の湧いてきているジップラインの見守りボット。これボットに被せてフェンスを作れば、不思議な力で瞬間移動できるはず。見守りボット3救助作戦開始。そしてフェンス完成の瞬間。瞬間移動、成功だー。ボットはどこに行ったかな？あれ？立ち往生のアラートが消えてない？どこ行った？土の中にいる。見守りボットさーん。救助失敗。さらば見守りボット、フォーエバー。まあボットもビーバーもハマるのはもう種族的な本能だし仕方ないよ。とか言いつつビーバーだけひいきして助けるレイムであった。さてチェンバーボーンの動画を配信する者は必ず意味もなく水車をいっぱい作らないといけない法律があるので、汚水を使って大量の水車を動かす実験をするぞー。法律なら仕方がない。まずは工事中に汚水を浴びるリスクを減らすため、汚水ドームで汚水の源を封印しましょ。これ歯車200個もいるぞ。3機で600、結構コスト重いぞ。ここに歯車運ばれてくるしそのうちできるでしょ。アプデで鉱山で歯車と加工した板使わなくなったし。トリマ歯車は増産だな。そして歯車40使う地下貯蔵庫を追加で建てようとする白霊士。ここに土砂運びたかったんだよ。汚水ドームは歯車不足で遅延しそうだから、並行して汚水用の貯水槽を作っちゃいましょ。バンジーダムと見比べてこの規模感、それなりの大事業になりそうだぜ。バンジーダム建設の経験を生かし事前に足場も準備。学習してるビーバーのさあビーバーよ、建設に勤しむのだこれいっぱいに汚水が溜まったらすごい絵面になりそうだ。悪魔に生贄を捧げております。嘘つくんじゃねえ、汚水ドームに資材投げ込んでるだけだろう王が。てへ。ボットが200体突破、暇ボットは運搬と建設をやらせときます。ボット300体体制を予定。歯車ないけど地下貯蔵庫、建てまし。前は丸太在庫切れで困ってたのに1万超えで保管場所に困るの巻。建設の効率アップのため、汚水の源周辺ジップライン環状線を優先で設計開始。ジップラインはマジ便利。ボットアクシオ21日が来た模様。期間もほどほど問題なし。3日後に汚水ドームも完成。アクシオ中の汚水もこれでシャットアウト。ウィーン。汚水使いたい時は開くボタンで開けられます。段差ある部分に汚水が残ってるので削って流しましょ。乾燥するのが待ちきれないせっかち。建設中暇だったので補給用にタンク3種類を設置して観察。日に数回使われてる模様。駅の近くにあると便利かもね。ジップラインで飛んで作業に勤しんでおります。着工10日程度だけど結構進んでるな。作業用のはしごがあるとやっぱ段違いではかどるね。見た目好きだったけど天然の岩の突出部も撤去。開発のための自然破壊。倉庫横をめっちゃビーバーが歩いてたので、ジップラインの駅を少々見直し中。細かい修正入りまーす。この後の建設がやりにくそうだったので適当に平坦化じゃー。掘りすぎたら後で埋めるの精神。意味はないけど汚水で周辺の土壌汚染を防ぐ、汚染防壁を先に設置しておこうと思い至り、この時防壁の上に突出部が置けることに気づき、ドーム周辺を一段掘り下げてその下に防壁を張り、埋め戻す工法を取ることにしました。これでおそらく周囲が汚染されないはず。でもお前ここ汚水で沈めるんじゃなかったか？そうだった。ほんと何も考えてねえビーバー脳だな。で汚水の源の使い方は周囲を囲って、最大の高さまで上に上げてから水車に流すつもり。ここが盛り土の限界。ボットが256体まで増加、建設者の応援を増員。8ビット。そんな彼らには汚水を上に上げるこの工事をしてもらいます。増えたボットでサクッと作っちまおう。立ち往生のアラートが消えてる。土の中のボットどうやら風化したみたい。見守りボットさーん。作業現場の足場がなくて並行作業ができないので、複雑だけど足場を準備。
ややめんどい工事現場。10匹捕まえたね、やったね。やっと風化したと思ったのにまたやっちまった。生ビーバーもハマってるし小屋助けねばってことで救助開始。ただいまここにはしごをかけ救出を試みております。ほい完成、定時過ぎてるよお家に帰りなさい。無事脱出と見せかけて、追加でハマるボット。幸い残りはボットだけ、これを助けるのは面倒すぎる。お前たちはこのまま土に埋もれとれ立ち往生アラート、消えた翌日に数が増えて復活の巻。まあ建設ボットサボってるレベルだし、7体ぐらいハマっててもいいよ。いやサボりはダメだろ。じゃあ芝できるまで適当に平坦カット。作業進まんと思ったら土砂の在庫が切れてたので、追加で採掘機も設置。在庫6000あったのにあっという間になくなった。ロボの増産の影響で歯車も消えたよ。土砂がないんじゃ作業ができん、他の作業を進めるぞ。丸太板鉄で作れる突出部で工事か、これは何になるんだ？適当だけど水路4マス幅で汚水の源を開放しても溢れないかをチェックするのに使うよ。さいですか。で工事を止めといたここから放水するつもり。鳥も溢れずここまで流れたら成功だな。では作業を始めるのだってジップラインの駅の前から、めっちゃあったま悪そうな突出部が出てる。あったま悪そう言うな。これ見た目があれだけど上から作業できるから効率はいいんだよ。多分かよ。いのちの水。アクシオ21日、何事もなく終了。そういえば前はアクシオの後右の水源詰まってたけど設定見直したら自動でいけた。改修工事無期限延期。ボットの数が目標の300体に迫ったので旧ボット工場を停止。これからは部品工場6の組み立て工場4で総量。賢い突出部のおかげで工事が順調に進んでおります。うわそれ本当に効率良かったのか。でも自分で賢いよな。突出部作りすぎで板がなくなった。ボット用の歯車作るにも板使ってるから当然の結果である。まだ爆薬は余ってるぞうるせえ叫ぶな。ボットもたくさんいるし土砂採掘機マシマシ。過剰生産入りまーす。7日でお試し水路部分が完成、突出部を撤去。全部じゃないけど端材となって板が返ってきた。資材もないし細かいところを見直そうと、製紙工場の増築を計画。ボットが増えてパンチカードの消費がきつい。詰めれば4件いけると思ったけど、これシャフトが繋げん。おい。結局同じものを作り直すビーバー脳であった。工場裏に突出部を使って無理やりねじ込む設計で増築。見えない部分だからとぐちゃぐちゃ配線で無理やりシャフトも繋ぐ手抜きであった。メープルペストリー販売を再開しようとしてたら干ばつ27日が襲来。長めの干ばつ。足場も建材もあるのに作業進まんなぁと思ったら、指示してる方向があれだったけん。ここが完成しないと次が作れん。ので設計修正。地味な設計ミスで工期が伸びた。2日後完成。さあ汚水ドーム、オープン。無事溢れずに汚水を流せるかな？オープン。ウィーンとドームの蓋がせり上がって参りました。いや今干ばつ中だから汚水は出ねえよ。そうだった。次のサイクルまで汚水放水テストはできないので、仕方なく水車の建設予定地の工事を始めることにしました。工事予定地までジップラインをつなぐ。こっちはほぼ未開の地、ここを整地するぞー。ここなら好き放題水車を消そうだ。合間を見て埋まったボットの救助作戦も結構。一番下まで掘って階段を設置したのに出てこない？なんで？土の中にいる。土の中で移動できないかと階段を壁沿いに設置したもののやっぱ無理か。結局このまま土に帰ってもらうしかねえな。あいつら全員爆走してやろうか落ち着け水路作り直しになるからやめろ。あ、盛り土はここまでだけどその上に堤防はまだいけるみたい。汚水をさらに高いところに上げる模様。てなわけで自動給水ポンプを置ける隙間だけ残してかさ上げ工事出動。うわアホほど丸太使う系工事だ。丸太は2万本準備済みであります。しれっとすごい量保管しとる。工場減らしたけどボットの数が増えたのでトリマ建設作業員に。ボット余り。ふいー。立ち往生合計24。さすがにこれは助けねば。はい再度建設予定を出してください。畜生。敵に爆破をしてストレスを発散した。これでここは一番深くまで掘り終わりました。でこうした。説明雑だな。ここに水車を置ける間隔で立体構造を作るよ。これもアホほど資材必要だぜ。突出部の上に地形ブロックを置いた場合、
建物の取り壊しができないかしっかり確認したことがなかったので実験。結果地形ブロックはダイナマイトなしじゃ壊せん。わかってたけどやっぱそうなるか。ので立体水路の水漏れ防止の堤防は木製になりました。また丸太の需要が爆上がり。誰だこの欠陥設計をしたやつは数十秒前のあなたです。さっきのだと突出部の隙間から漏れるので端っこは堤防になりました。観光前に気づけてよかったな。こんな感じになりそうろう。うまく水車が回るといいな。板が全然足りんので立て増し。突出部で鉄も使うのでついでで精錬所も追加。さあビーバーたちよ、キリキリ働けー。みんな忙しそう、もう何が何だかわからんな。そしてお約束のハマリボット。またやっちゃったか。いちいち助けるのめんどいんじゃー。各階層でハマってもいいように無駄に螺旋階段を作る、だいぶ頭がバグってきた白霊士であった。わちゃわちゃ作業しているビーバーたちを眺めながら、次は何をしようかなと考え中。忙しそうだから追加工事入れてやるなよ。コメント欄で突出部の水路に西洋高骨のアイディアをいただいたのでこれも作ろっと。土漏れば深くても水性農場いけるな。増えてる。螺旋階段完成までお待ちください。ボットの数が350超えた。もうこの辺新しい工場区になってんぞ。こっそり水性農家の建設指示。忙しいから完成は当分先かな。はっぱー。2階だった荒れ地を意味なく平坦化している模様。ここは水車でも大規模工事になるだろうし駅作っとこ。今更だけど汚水放水実験で貯水槽で漏れた時のために、排水用の水掘り実施。汚水事故は処理が面倒だから注意だ。在庫ゼロにまで追い込まれた土砂在庫8000に回復。1サイクルで復活とかすげえなボット。てなわけで採掘機は停止と。てかボット増えすぎで燃料がやばいよ。原料のジャガイモがもうねえ、レシピを変えて西洋高骨で量産するぞ。そしてやっと27日の干ばつが終了。水源の水も復活。さていつもだったらここでエンディングだけど、さすがに放水テストとかまだだしもう1サイクル頑張りますか。尺が長くなるがこれじゃキリが悪いぜ。ウィーン、汚水放水開始なかなか出てこない。お、じわじわ水位が上がってきたぞ。そして安定のおもらし。建設時に使った道を埋め忘れてたボンミス。急げ干ばつ前に溢れないかテストしたいんじゃー。地味にめんどい場所。上の道が使えればよかったんだけど今工事中なんよ。しれっと堤防の積み上げほぼ完成しとる。この部分足場がきつくて、仕方なくバンジーダムから引っ張ってみました。この世界の最高高度付近だけあって作業が大変だ。そう最短の3日で干ばつ警告が来た。実験急げ穴を埋める工事が終わったぞ。あとはこれが溢れないかを確認するだけだ。よし汚水が流れてる。と思ったらまた下から、ダバー。おい。まあとりまこれでも汚水の源3つ開放での水位が確認できるので OK。溢れず水車も回ってるしサイズ的には問題なし。これを大規模に作れば良さそうだ。なお、おもらしの原因は水車の下1マス防水フロアの張り忘れでした。先に水車作っちゃった系のボンミス。さてテストが終わったので工事を再開。さっきの足場登るの面倒なので上に液を追加。使う機会はもう少なそう。次のサイクルでは立体構造部分のチェックしたいので一旦ここでせき止め。拡張の余地を残しつつ工事。左端だけ防水フロアを張らず下の階層に流れるように工事。一つ下の階層は逆に右だけフロアを張らない。こんな感じで階層ごとに流れを反転して流す計画です。さあダーッとやってビャーッとやっちゃえ一番上ができちまえばあとは投げ込むだけ。資材は使うがすぐに工事は終わりそうだ。埋め立てが終わったので水性農家さん稼働。ボットの燃料不足を救った西洋高骨を増産だ。高骨はまだ余ってるからこっちはガマで。で短い17日の干ばつが来た。2万あった丸太が枯渇寸前じゃねえか。まあギリ階層式水路は完成してるからセーフ。丸太がなくなろうとも爆破はできら2階の爆破で水路の延長工事を開始。もっと伸ばせるけど後が大変だからこの辺までにしましょ。じゃがいもの在庫が回復しないのでタワー農園の作付け見直し。食べ物には困っちゃいないが倉庫が空なのは気になるぜ。で作付け中にここの水漏れが気になりだし修理することにしました。修理中はこの液体放水場で注水と、ボットが登って水を運ぶ。では水漏れポンプは全破壊。なお、この後ドツボにはまるのがビーバー脳である。そうなの？
多少手こずったものの堤防を2段にしただけ設計が完成。タワーの上縁半分枯れております。あららこりゃちょろっと枯れちゃうか。ボットの注水により一応回復。農場今ここしかない。止まるとビーバーが困るぞ。ボットの手の部品だけ足りないので旧工場を再稼働で増産。今は資材を貯めてるターンだけど作業員が暇そうなのでちょびっと考え。緑になった地に多くを植林。丸太が増えるね。やったね。使ってない緑地ももったいないのでここも植林。この後大量の水車も作る予定だし、丸太が全然足りねえぜ。板の在庫が5000くらいになったので板の生産量を減らしましょ。丸太枯渇の原因これだな。自動給水ポンプ、完成したけどなぜかまともに水が汲めてない。1段目のポンプは破壊前と同じ高さに作ってるのに謎である。ノズルもギリ届いてるのになんでだろ。しゃあない壊して作り直すか。ドツボにはまる白霊士。設計間違えた連続プレイ時間が8時間を超え、完全にビーバー脳がイかれた模様。もう何がなんだかわからない。普通にノズル届いてねえよ。あばばばばば。はい、2度目のチャレンジ失敗です。畜生。いのちの水。成果なく17日の干ばつ終了。いやしっかり立体水路は完成してるからね。それでは実験スタートです。あやべここ防水し忘れてる。限界寸前ビーバー脳。急げー、汚水が来るぞー。足場があるから危険はない。てかよく見たら手前で漏れてた。ダメやないかーい。で夜になっちゃったけど防水工事が完成し、無事実験は成功。暗くて見にくい。もう下まで汚水流れちゃったけど、こんな感じで水車もしっかり回っております。これなら水車を大量に設置するだけで、膨大な動力を生み出せそうだ。まあそれは次回のお楽しみで。休んでくるみサイズの脳を回復するのだ。そこまで小さくないよ。あと自動給水ポンプも見た感じ平気そうかな？原因がわからなくてもやるが、今度はちゃんと給水できてそうだ。では無限動力を得るための大規模立体水車の取っかかりができたところで今回はここまで。ではジャスティスビーバーさんの新曲とともに今回の出来事を振り返りつつお別れです。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。無限の動力夢見て複雑な仕組み水を操り土砂が足りない集めよ流れよ流れよ無限の動力昼も夜もと相回る永久期間を手に入れろビーバーたちの誇りの証仲間と力を合わせればどんな水車も作れるさ命の水